皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらの Xiaomi スマートバンド7 Pro、そして Xiaomi スマートバンド7になりますけども、この2つどんな違いがあるのかについてご紹介したいと思います。私なりこれまで使ってきた中での検証結果も含めましてですね、お伝えできればと思いますけども、Xiaomi スマートバンド7はこちらグローバル版になっています。2022年の夏前に発売されたものになります。そしてこちらにありますのは Xiaomi スマートバンド7 Pro となりまして、2022年の10月28日の金曜日から順次発送というふうになっています。これはね、いち早く中国版になりますけども、入手してレビューの方をこれまでしてきましたが、改めてね、この Xiaomi スマートバンド7と、そして7 Pro、どんな違いがあるのか、これまでね、いろいろレビューしてきましたけども、改めてね、まとめてみたいと思います。どっち買おうかなと悩んでいる方にとってお役に立てば幸いです。では早速本日も行ってみましょう。では早速表を出していますけども、どんな違いがあるのか上から順に見ていきたいと思います。まずディスプレイのサイズになりますけども、Xiaomi スマートバンド7、こちら側になりますが 1.62 インチのAMOLED になっています。有機 EL パネルですね。こちらの7 Pro は AMOLED の 1.64 インチになります。インチ数で言うとほとんど違いがないんですけども、やっぱりこれはこの対角で測っていますので、7に関しましてはね、縦長になっているので、こことね、あんまり差がなかったということになりますが、もうパッと見でわかりますけどね、全然サイズというかデザインが違いますよね。そしてベルトの形状ですけども、7に関しましては交換してしまっているんですけども、基本的にはこういった形状になっていますので、付けやすさはこちらの方が簡単かなと思います。7 Pro に関しましてはね、こういう微状がついていまして、通常の時計と同じようなデザインになっています。こういった感じでバンドが止められていて、ここをプッシュするとバンドが外れる形になります。ではね、続けまして、このディスプレイとデザインの違い以外の部分になりますが、先ほどお伝えしたように画面は AMOLED になっていますので、常時表示モードには両方とも対応しています。AOD と言われるね、Always On Display に対応しています。こちらがですね、AOD を起動した状態になります。先ほどのね、表示していた文字盤に対して AOD がオンになった状態であれば、こういったね、Always On Display の常時表示が出てきます。だいぶね、それぞれデザインが違いますけども、この Xiaomi スマートバンド7 Pro に関しては非常にシンプルな AOD になってますね。必要最小限という感じになっています。7に関しましては、こうデジタル時計のみの表示になっていますので、こちらもね、本当に省電力だなという感じになっています。では続きまして、自動調光というところも見ていきたいと思います。残念ながらこう7に関しましては自動調光機能はついていませんので、明るさを手動で切り替える必要があります。今だいたいこの明るさ、カメラ越しではちょっと暗く見えるかもしれませんが、だいたいね3段階で言ったら真ん中ぐらいになっています。そして7 Pro に関しましては自動調光機能ついていますので、結構ね、この照明が焚かれている状態では明るくなっているんじゃないかなと思います。これはやっぱりついているとめちゃめちゃ便利ですね。7に関しましては、この明るさでもね、屋内であれば十分な明るさはあるんですけども、外行くとやっぱり直射日光の下では暗くなってしまうので、手をかざさないとね、見えないっていう感じにもなります。しかしながらこの7 Pro に関しましては、これ外に行くともっと明るくなって、はっきりやっぱり目視することもできますので、このあたりはやっぱり周囲光センサーがついているおかげで自動調光で画面を明るくしてくれるので、どこ行ってもはっきり見ることができます。これはやっぱりついてるといいなと思いますね。では次にね、重さになりますけども、バンド込みの重さでこの7に関しては 22.3g になります。そしてこちらの7 Pro は 30.6g になります。ただ持った感じなんですけども、このようにね、今指で持つ限りではやっぱりこの7の方が軽いなとは思いますけども、腕につけてしまうとそんなにわからないかなという感じがします。ではね、次になります。それはバッテリーの容量になります。バンド7に関しましては 180mAh のバッテリー、そして7 Pro は 235mAh になっています。そして7は最大14日間になりますが、7 Pro は最大12日間というふうにカタログ値ではなっています。で、実際ですね、検証したデータになりますのがその下になりますが、これはヘルスケア系心拍数や血中酸素レベルとかストレス計測とかですね、そのあたりはだいたいオンになっている状態で GPS を使ったウォーキングを1時間使った状態、そして日常の様々な通知を受けている状態ですね。あと定期的に時計を確認したりとかね、そういったいわゆる日常使いをした場合になります。そのデー
ターが7、こちらに関しましては標準で12日から13日ぐらい持ちます。結構持ちますよね。2週間弱という感じになります。そして AOD をオンにした状態、先ほどお見せしたそのモードを使った状態であればだいたい4日間ぐらいになりました。だいぶね、標準からすると減ってしまいます。そして7 Pro に関しましては先ほどの AOD を使っていない状態であれば7日間、1週間ほどのバッテリー持ちになりますので、カタログ値からするとだいぶね、少なくなってしまうかなという感じです。そして AOD を使った場合は3日ほど持ちますので、AOD を使ってもね、なかなか持ちがいいのかなという感じにはなりますね。標準モードからすると差がね、そんなにないわけですね。ただですね、この数字を見てもらうとわかるように、やっぱり7に関しましては14日間弱、2週間弱っていうことになりますので、本当にね、バッテリーの持ちは素晴らしいなと思います。ただ、1週間ぐらいバッテリー持てばいいよっていうことであれば、7 Pro っていうのもいいと思います。では次になりますけど、ヘルスケア系になります。24時間モニタリング、両方とも搭載しています。先ほどもお伝えしましたが、心拍数、そして血中酸素レベル、またストレス計測、そして睡眠モニタリング。このあたりはもう全部ね、24時間モニタリングに対応しています。そして次ですね、ワークアウトに関しても、これ110種類以上ということで、どちらも同じになっていますね。そして GPS の有無になります。これもね、大きな決定的な違いになっています。7に関しましては GPS は非搭載ついていません。7 Pro は搭載しています。しかも5種衛星測位に対応していますので、アメリカの GPS ですね、ロシアのグロナス、ヨーロッパのガリレオ、中国のベイド、そして日本の導き QZSS に対応していますので、見通しのいいところであれば何もね、不自由しない測位をしてくれて、ちゃんとね、自分の歩いた軌跡をね、マッピングしてくれるには申し分ない測位を見せてくれていました。そして次ですけどもね、ペアリングアプリになります。これは7に関しましては2つアプリ対応しています。まず1つは Mi Fitness。Xiaomi がまず推奨しているアプリになります。そしてもう1つは Zepp Life というアプリにもこちら対応しています。Android でも、そして iPhone 版でも両方ね、どちらも対応していますので、好きな方ね、お使いいただければと思います。ただ個人的には Zepp Life の方が自分に合っているなという感じでした。使ってみての感想になりますのでね、どちらがペアリングしてみて良さそうだなっていう方をね、継続的に使うのがいいんじゃないかなと思います。そしてこの7 Pro に関しましては Mi Fitness 一択になってしまいますので、ちょっと違いがあります。ではね、次の項目になりますけど、それは音楽保存とそして再生ができるかっていうことになります。音楽保存に関しましてはどちらもできません。MP3 データとかね、保存はできません。その代わり音楽再生コントロールっていうのができるようになっています。こういった感じのね、画面が出てきまして、このコントロール画面によってスマホ側の音楽再生アプリとかですね、例えば YouTube もそうなんですけども、そういうメディア系のコントロールをすることができます。再生ボタンやまたボリュームとかね、次の曲、そして曲戻しみたいな感じで操作することができます。どちらもね、そういった機能が対応しています。次はですね、スマートアラーム機能になります。7に関しては搭載されています。そして7 Pro はついていません。このスマートアラーム機能何ってことなんですけども、アラーム機能になりますので、いわゆる目覚まし機能なんですけども、設定した時間よりも30分ほど前に目覚めの浅い時を見計らって、バンド自体がですね、バイブ振動で起こしてくれる機能になります。ですので、例えば6時にスマートアラーム機能をセットしてあると、5時半から6時の間で、心拍とかね、いろんなデータを使って見計らっていると思いますけども、自分自身が目覚めの浅い時にそのタイミングでバイブを鳴らしてくれますので、ちょっと早めに起きることができるわけですね。ですのでちょっとね、早めに起きてもいいよっていうことであれば、そういった機能もかなり便利かなと思います。こちらの7に関してね、安い方なのについているっていうことで、7に関しては優位性があるかなと個人的には思います。では次になりますが、Google Fit に連携ができるかということになります。これはなぜね、項目に入れたかっていうこともあるんですけども、個人的には重要だったので入れさせていただきました。7に関しましては連携ができます。この7 Pro に関してはできません。その代わり、アプリにもよりますが、ストラバとかね、iPhone で使っている方は Apple Health にデータを飛ばすことは可能のようです。これ中国版になりますので、確認が取れていないので何とも言えませんけど、公式サイトにはそのように記載がされていました。でですね、Google Fit と連携ができると何がいいかってことなんですけども、Google Fit に歩数データとかね、また睡眠データを送ることができます。そうしますとですね、そのデータを元に航空音っていうアプリがあって、この Google Fit 上にあるデータを元に航空音が歩数をカウントしてくれて、1週間で例えば35,000歩歩くとスタンプ1個くれるとかね、移動に伴う報酬系アプリっ
っていうんでしょうかね。そういったものと連携することが容易になっていきます。個人的に今使っているのがコークオンのみになりますので、そのあたりはね、この Xiaomi スマートバンド7の無印の方が連携ができてしまうっていうのが、その辺がすごいありがたいなと思いました。で、連携ができるためには、これがですね、Zepp Life を使っているとそれが可能になってきます。なぜかというと Zepp Life アプリ上にアカウントの追加で Google Fit と連携ができるっていう、そういった仕様になっているからですね。Mi Fitness の方にはそういった項目がありませんので、そこはね、ちょっと致し方ないなと思います。ではね、ちょっとざっとその他の部分になりますが、決済機能がついているかっていうことになりますけども、どっちもね、ついていません。ですので、Suica とかね、PASMO とか ID とか EDI とか、そういった機能は一切ついていないわけですね。というわけで、大きな違いをね、ちょっとまとめてみたいと思いますけど、まず、自動調光機能がついているのはこの7 Pro になりますね。これめちゃめちゃいい機能になりますので、かなり優位性があると思います。そして、バッテリーの持ちであれば、この7になります。だいたい2週間弱っていう感じで覚えておくといいと思います。当然ながら常時表示機能、Always on Display をオンにすると、どちらもこっちから4日間、3日間っていう風にね、かなり短くなりますので、そのあたりはご注意ください。そして、GPS はこちらの7 Pro のみになりますので、7にはついていません。そしてスマートアラームは7はついています。また Google Fit と連携できるのもこちらの7無印になります。こう見ますとね、結構コーズつけがたいなっていう風に思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、私も本当にそう思います。どっちかがついているとどっちかがついてないみたいなね、感じになっていて、なんならですね、もうこちらに全機能を同じように載せてくればいいのになと思うんですよね。せっかく7 Pro と名乗っているので、できるならばね、こちらについている機能を全部乗っかった上で GPS ついているとかね、自動調光ついている。あればすごくね、これ一択になってくるんですけども、それぞれ一長一短という感じになっています。この表だけではありませんけども、この動画がね、少しでも参考になれば幸いです。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。